皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今回は旅で役立つアプリ18選ということで、1ヶ月のヨーロッパの旅を通して実際によく使った、これはマストだったというものをまとめて紹介します。こちらが早速今回ご紹介するアプリです。計画段階で役に立ったアプリ、現地で助かったアプリという2つのカテゴリーに分けてご紹介します。本当に使ったものをと思ったらちょっと多くなっちゃいました。では早速計画するときに役立つアプリです。エクスペディア、アゴダ、オミオ、チャット GPT、Kindle、エラロです。まずエクスペディアですが、これは皆さんもご存知、ホテルや航空券などを予約できる旅行プラットフォームの最大手です。他にもトリップドットコムやスカイスキャナーなど比較予約サイトはたくさんあるのですが、慣れてて使いやすいのと過去トラブルがなかったのと持ってるカードの割引が効くのでエクスペディアをメインで使っています。次にアゴダです。アゴダもエクスペディアと同じような比較予約サイトです。エクスペディアとの違いですが、あくまで個人の感覚的なものにはなりますが、良い点としてはエクスペディアに載っていない個人の宿の掲載がある。これはエアビーほどではないですけど、小規模な宿も載ってます。微妙な点としては、ちょっとごちゃごちゃしててデザイン的に見づらいなと思うことがあります。なんとなくイメージですけど、エクスペディアが Amazon でアゴダが楽天みたいな感じです。使い分けとしては、エクスペディアで検索してアゴダでも検索して安い方で予約を取る。あとはエクスペディアで選択肢が少ない時にアゴダでリサーチするというように使い分けをしてました。次がオミオです。こちらも予約サイトです。他の2つと違うのが、フライトだけでなく現地の高速列車、長距離バス、そしてフェリーなどのチケットもオンラインで購入できる点です。もちろん手数料は乗るんですが、国ごとの鉄道会社のウェブサイトに行って英語でそれぞれ購入するというのを考えたら全然メリットが大きいと思い、よく使ってました。都市間の高速列車に加えてギリシャのミコノス島のフェリーなんかもオミオで取りました。あとフライトに関してもヨーロッパ現地の LCC のフライトもカバーされていて、エクスペディアでは出てこないけどオミオで検索したらもっと安いのが出てきたというのがいくつもありました。今回 Airbnb は使わなかったので、移動手段とホテルはこの3つで予約手配をしていました。次に紹介するのが、どこに行こう、どこを回ろうという構想を練るときに役に立ったアプリです。まずはチャット GPT です。テクノロジー企業のオープン AI が開発した最新の対話型 AI サービスです。こんな感じで質問を投げるとインターネット上の情報をまとめて人間が書いた文章のように回答してくれるサービスです。私の場合はヨーロッパ周遊をしたので、どういうルートで回ったら効率的かというのをざっくり調べるときにチャット GPT を使いました。実際に聞いてみた質問としては、これらの都市を回る場合の最適なルートとその移動手段を教えてください。それぞれの移動における最適な方法と平均的な価格、所要時間を教えてください。パリから日帰りで行ける旅先で人気の場所はありますか？国境を越えても構いません。などです。実際に最後の質問をしてルクセンブルクとおすすめされたので、ルクセンブルクに行くことにしました。すごい便利ですよね。ただチャット GPT は結局過去のインターネット上の情報を集めて文章生成しているだけなので、かなり汎用的な回答になる場合が多いです。そして普通に間違った情報も混ざります。なのであくまでも参考程度にして最後は自分で調べるっていう感じの使い方なら相当便利に活用できると思います。次は Kindle です。Kindle とは Amazon が運営する電子書籍アプリで、ご存知の方も多いと思いますが、本をスマホに何冊も入れられるというやつです。Kindle があれば重たいガイドブックを運ばなくていいので、これもとても便利です。Kindle は Kindle で便利なのですが、複数の国を回るという旅行者向けだと絶対おすすめなのが Kindle Unlimited というサービスです。私も使っていたのですが、月額980円で対象の本、雑誌が読み放題になるサブスクリプションサービスです。なんとルルブやアルコ、地球の歩き方が国によっては対象に入っていることがあるのです。なのでアンリミテッドの検索画面からこれから行く国や都市で探すと対象のものがあるか確認できるので、私は多分このサービスで20冊ぐらいはお世話になったかなと思います。初月割引になるサービスなどもあるので、ぜひ見てみてください。準備編最後は eSIM のアプリエアロです。
物理的な SIM カードを抜き差しせずにオンラインで購入した eSIM をアプリを経由してアクティベートすれば、そのまま海外でインターネットが使えるという仕組みです。国別、エリア別に選択できて、滞在日数に合わせて1ギガから選ぶことができます。私はヨーロッパのリージョナル eSIM を購入して使ってました。ここからは実際に現地で役に立ったアプリを紹介したいと思います。まずは Google マップ。これは一番頻度高く使いましたね。場所の検索や行き方の検索など Google マップがあれば大体どこでも行けちゃうんじゃないかという感じです。私はこんな感じで都市別に行きたいところのリストを作って、そこに保存しながら場所を決めてました。このリストは他の人にシェアもできるので、友達と一緒に行く時などにも便利です。次が Maps.me というアプリです。こちらはオフライン環境でも使える地図アプリです。インターネットのある環境で事前にその街の地図をダウンロードしておけばオフラインでも使えるという仕組みで、データを節約したいとか、あと地下鉄が電波が通じないことが結構多いので、そういう時に地図を見たいなど、メインは Google マップを使いつつサブ的に使うのがおすすめです。次が翻訳アプリ Google 翻訳です。テキストを入力して翻訳というのもできるんですが、よく使ったのがこのカメラ翻訳機能です。例えばレストランのメニューや美術館の説明をさっと読みたいとき、これで写真を撮れば即座に日本語に翻訳してくれます。翻訳の精度自体はそこまで高くないので、あくまでなんとなく何が書いているのかを理解する程度ですが、英語以外の言語でも使えるのでとっても助かりました。次が通貨変換アプリのカレンシーです。各国の通貨を双方向で変換できるところがとても便利です。例えば日本円から変換したければ、ここに金額を入れて各国の通貨になり、逆に外貨から日本円に変換したい場合は同じ作業をすれば簡単に変換してくれます。通貨はここから自由に追加削除ができます。あと並び順も変更可能なので、今いる滞在先に合わせてよく使うものを上にするなどの変更も可能です。同じような変換アプリで時差計算はこちらのワールドクロックがおすすめです。こちらも双方向の変換ができる点がとても便利です。今いるところの日時と自分が追加した都市の日時が表示されていて、例えば今ギリシャにいるとしたら、何日の何時って日本だといつなんだっけっていうのが簡単にわかります。もちろん画面の並び順の変更も都市の追加削除も簡単にできます。これ結構おすすめです。次が定番ですが Uber です。配車ができるアプリで、今いる場所と行き先を入力すれば配車までの時間、料金、目的地までかかる時間がわかる便利なサービスです。他にも配車アプリはいろいろありますが、一番メジャーな Uber を一つ持っておけば大丈夫かと思います。ここからは少しだけマストっていう度合いが下がり、入れておいたら役に立つよというレベル感のものを続けて紹介します。まず電動キックボードのアプリです。日本ではループが主流ですが、ヨーロッパではライム、ティア、バードなどが有名です。アプリを起動すると地図上で使える車両があるかを検索できます。車両についている QR コードをこちらのアプリから読み込むと、ロックが解除されて乗れるようになると。そして乗った距離に応じて料金が計算されるという仕組みです。ただ注意しなければいけないことがあり、私は一度歩いたことがあって慣れている道、あとは海沿いの自転車道路など明らかに乗っても大丈夫という場所で何回か利用しました。というのも現地の交通ルールがわからない状態で乗ると、知らぬ間に交通ルール違反していたなんてこともあるので、利用される方は十分気をつけて使ってみてください。観光系で2つ紹介します。まず現地ツアーのアプリを3種類、クルック、チケット、ゲットユアガイドです。どのアプリも現地のツアーをオンラインで予約できるものです。個人的な使い分けとしては、明確なものはなく、検索してまだ空きがあって良さそうなものがあればそこで予約するという感じで使ってました。例えば実際に使ったものでいうと、ベルサイユ宮殿のチケットやアムステルダムでの運河クルーズ、クロアチアのドゥブロブニクのゲームオブスローンズのガイドツアーなどでそれぞれ利用しました。観光系もう一つはポッケという音声ガイドコンテンツのアプリです。観光スポットの音声ガイドに特化したアプリで、個人的に満足度が非常に高いアプリでした。
こんな感じでコンテンツがたくさんあり、国別に検索ができます。例えばイタリア・ローマと行くと、ローマの都市一括だと1200円、観光スポット別に数百円の料金でダウンロードができる仕組みです。もちろん無料のものもあります。入場チケットにオーディオガイドが含まれている場合も多いのですが、別で借りるという場合はミニマムでも5ユーロぐらいはかかるので、このアプリをインストールしておいてポッケとどっちが安いかなと比べてもいいと思います。そして気になるコンテンツの中身ですが、かなり分かりやすいです。というか現地のオーディオガイドのコンテンツがだいたい英語をそのまま直訳したんだろうなっていう感じで、頭に入ってこない内容が多いんですよね、残念ながら。でポッケの方はプロの声優さんを使っていて聞きやすいコンテンツが多くおすすめのアプリです。あとはイヤホンを持っていればスマホでそのまま聞けるのもいいなと思います。次が PayPal 決済サービスのアプリです。現地のサイトでオンライン決済しようとすると、日本で発行したクレジットカードが弾かれてしまうということが結構あったのですが、そういう時に PayPal だけが使えたという状況がありました。持っていったカード4枚全部弾かれて、予約できない積んだって時に PayPal だけ予約できたということがあって、何度か助けられました。次が Skype です。 LINE やメッセンジャーのように通話ができるアプリなのですが、便利なのが固定電話に電話ができる点です。紹介した eSIM のエラルだと番号が発行されないので、現地でクレジットカード会社に電話をしたかった時に Skype からならできるというのを発見して電話を使いました。電話番号がない SIM で日本の固定電話にかけたいって時は覚えておくと便利です。最後はおまけですが、 Bean という行ったことがある国や都市を登録できるアプリです。こんな感じで過去に行った国を保存しておくことができます。行ったことがある、住んだことがある、行きたいに分けて入れることができ、こんな感じで地球儀で見ることもできます。旅好きな人にとってはこんなに行ったんだっていうのが一目で見られるのでおすすめのアプリです。はい、以上海外旅行で本当に役立ったアプリ18選でした。結構多くなってしまいましたが、準備段階、現地それぞれかなり頻度高く使ったアプリばかりなので、もし皆さんの旅の中でも役に立ったら幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。